今日はもうこれですね。これか。リベンデルから届きましたシルバー OM1。 これのことだろうと思って予習しといたわ。これを交換せずにはもういられなくて、今日はちょっとこれを交換してもらいながら、どんな商品なのかをお話しできたらなと思ってます。OK。じゃあサブちゃんのこれにも組み込んでいいですかね。はい、まずそうですね、簡単にどんなものかっていうのを、少し説明してもらいながら、はい、もう変えていきましょうか。一番最も重要なポイントは何ですか？バネの動きが逆向き、これ言葉で言うの難しいね。そうですよね。本当はディレイラーって何も触ってなかったらこっち側に畳まれてて、で、手とかワイヤーの力でこっち側にビヨーンって伸ばしても手離したらバチッてこっちに戻る向きの動きなんだけど、このリベンデルが8年もかかって作ったディレイラーは手を離すとこっち側、なるほど、逆の方がデフォルト状態。定位置が逆ってことですね。そう、これだからチェーンをつけてる状態だと分かんないんですよね。確かに。だから一回このチェーンなし状態を交作ってみる。換作業をしながらどういうことかっていうのを教えてもらいましょうかね。OK。はい、じゃあサブちゃんのチャーリーのチェーンを外すわ。まずはお願いします。なんか間を埋めてて、はい、動画を口実に作業してもらうというこの至福の時間を今やっております。職権乱用。でも本当に8年前、7、8年前からブログでちょいちょい出始めて、なるほど。で毎月かグラントさんのブログは、半年に一遍ぐらい進捗とか何か進めば情報が、そうでもやっぱり簡単じゃないってことですよね、ディレイラー作るっていうのが。しかも一フレームブランド、ね、個人とかフレームメーカーが開発できるようなものじゃないから、ものすごいことを成し遂げたんじゃないのかな。ね、島野さんのディレイラーとかって本当に、この僕たちが一般の人が使う人からプロが使う人まで、すごいバリエーション出してくれてますけど、でこんなにすごいのに超安いしね。はい、そうなんですよね。それが驚異的ですよね。ちなみにサブちゃんが使ってるこのM310 アルタス、発足量かな一応、9でもいいけど、これがグラントさんがなんか島の史上最高のデザインって言ってる時もあった。なるほど、確かに可愛いですよね。グラントさんの大好きなこのビッグプーリー、でっかいプーリーで、色味も綺麗で形も美しくて、他のディレイラーを最高だって言ってる時もなんかあったけど、これも最高だっつったね。でこれがいわゆる今現状一般的と言われている動きをするディレイラーですよね。 OM1 何の略か知ってる？オポジットムーブメント、逆の動きで、それをグラントさんの大好きな、舞谷さんが作ったカメラ、オリンパスの OM1、ちょっと動きをじゃあ横で後ろからのが分かりやすいですかね。何もしてないときはこっち側にあって、ビヨンと、そうですね。で離すよ。戻るですね。だからデフォルトが外側ってことですよね。重い側、重いギア、ちっちゃい履かずの少ないちっちゃいギア側がデフォルト。で最初ワイヤーで引っ張るとだんだん軽い方に行くっていうのが、今一番主流の動きっていうことですね。でワイヤーを吐き出すと重い方に戻っていくが一般的なディレイラー。でこれの逆の動きということで今回グラントさんが8年もの年月をかけて作ったと。でもあれなんですね、もともと全くなかったわけじゃないんですよね。なんかそこもグラントさん謙虚に、正直に、このローノーマル逆の動きは我々が編み出したものじゃなくっていうふうに書いて、でただそれを今誰もやらないのにやっちゃったところはすごいでしょっていう、確かにそうですね、ニュアンスで書いてあるね。なんか俺そんな昔のことは分からんが、グラントさんのブログに書いてあったことを言うと、
大昔の1950年代って書いてあるかな、忘れちゃった、はローノーマルが主流というかそれだったっつってなるほど。でその後にローノーマルのを作ってたメーカーが日本のサンツアーだったんだけど、その時はカンパとかが主流で、まあ、トップノーマル、はいオポジットじゃないのが主流で、はい。まだまだアメリカの人とかが海外の人がローノーマルを知らなかっただけで実はこっちが優れてた、なるほど。なんてことが書いてあったわ。じゃあそのまうんあ時代の中で淘汰されたのは、そうだね、ここら辺ちょっと明確には分かんないですよね。うん、グラントさんブログに書いてあって、多分グラントさんの憶測というか考えだろうけどはい。が言うには、サンツアーがやってたその画期的なローノーマルはい。の特許が切れた時にあーシマノが飛びついたと。うーん。でシマノは2000年代前後にこのローノーマルを積極的に作ってた時期があって、なるほど。でただロードバイク用じゃなくて、どっちかっていうとツーリングと、オフロードバイク向けなんか今でも中古とかはいはい。で手に入りやすいのはLX とかデオーレとか XT とか、マウンテンバイクのグレードか、それからネクサーブとか、なんかちょっとコンフォートとかツーリング向けのコンポーネント、なるほで逆のやつがあれですな、ど。はい。これがちょっとじゃあ後ろかちょっとら、仮付けしたこれでも一目瞭然じゃないでしょ一目瞭然うか。この今回グラントさんが作ったディレイラーは何もせん時が、はい。こっち側うんうん。大きいギア、軽い方のギアにいますねい。ますね。でバネをだんだんワイヤーを引っ張っていくいくとと重い方に変則してって離すと開く。おおこっち側がデフォルト、逆です。逆オポジットムーブメント。はい。これズバリなぜこれがねいいんでしょうね。えねこれえ、なんかこれを開発する動機にもなったのは、はい。この逆向きのディレイラーを使ったグラントさんが、最高だ、とっても調子いいとは書いてあるんだけど、何の部分を言ってるのかちょっと分かんないんだよね。なるほどですね。で俺の意見ね、これは憶測ね、はい。もしかしたら違うかもしれないけど、ディレイラーを、はい。難しいな。最初軽いギアにこれがあるってことは、チェーンがあるってことは、はいこのデフォルト状態に戻っていく時って引っ張って上げていく時よりもスムーズに動くんじゃないかと思うの。ワイヤーを苦労して引っ張って巻き取ってで大きなところを登っていくより、今いるところより大きい方に登っていくよりも、なるほど。元の自然な形に戻っていく力で登りにくいこっちに登っていった方が滑らかだし、ワイヤー巻き取ってこいつに不自然な動きをさせた時も、大きい方からちっちゃい方に落っこちる方が登るよりも大変じゃないから、軽くする時も重くする時も逆向きよりもスムーズにロスなく変わるんじゃないかなって。なるほど。違うかな。いやでも理論的にはありそうですね。ありえてもいいですね。間違ってなさそう。で僕の体感だけど、はい、今のは憶測で、はい、僕もフリクションシフター、カチカチがね、フリクションシフターで OM1 も 2,3 ヶ月使ってるけど、はい、確かに滑らかに変わる気がするし、1枚ずつ変えるのも一気にズバッて変えるのもガチャガチャしない気はしてる。でも俺がこのディレイのこと好きすぎて、はい、そう思いたい、好
希望的観測が入ってるかもしれないけど谷さん今のところそう考じているこれ僕もちょっと使ってみたいですね、しばらく。サミちゃんフラットにはい、僕は谷さんほど愛は勝てないはずなんで、冷静なジャッジを。そうだねもしかしたらサミちゃんが大差それ錯覚ですねっていうそない変わりませんよっていうかもしれないです、で影で言わないで、はい、ちゃんと傷つくから公の場で売れなくなっちゃうから発表します。うんなるほど、つまりどういうものかは分かりましたんで、ちょっとじゃあ作業を進めてもらいましょうかね。あとはなんかレバーの動かす向きとかも反転するというか、それ大事だね。今までギア軽くしようと思って触ってた向きに触ると逆に重くなってっちゃうから、そこの慣れはちょっとだけ必要かも。そうですよね、確かに、ちょっと最初戸惑うかもしれない。リベンデルの場合このレバー逆付けにしたりとかもするんで、結局そうだね、どっちなんだって感じになっちゃいそうですね。それも何でもなんか本国引用して申し訳ないけど、本国のグランさんの言葉を借りれば、ごっちゃになったら間違えちゃうじゃん、昨日までと違う動きだから、でもそんなもの修正には1秒ですと、何が問題あるのとのことです。そうですね確かにそう言われたら何にも言えない。ちょっと脱線ですけど、はい、その OM1 のカメラの方をサクッと調べてみたんですよね。あれって何がいいとされてるかというと、その当時プロ用のカメラとしては一番コンパクトで軽いみたいなコンセプトで作られたらしいんですよね。なるほど。で今でも人気ある理由が全部機械式で電気に頼らない構造なんで、修理しながらずっと使えるみたいな、メカとしては完成形みたいなカメラらしくて、リベンデルじゃん。そうまさにそういうことなんだなっていうのを思って、おおってちょっとあれかな納得が共感する部分もあるのかな、なんか通ずるものやっぱありますねと思っちゃいました。なんかフィルムカメラ欲しくてさ、リベンデルのみんながさやるからかっこいいなと思って、楽しそうだなと思って、でカメラおすすめありますかって聞いたの、リベンデルのみんなに。グラントさんはやっぱり、オリンパス OM1 がおすすめとは言ってこなかったけど、このリンクは面白いですっつって、その OM1 の開発者、舞谷さんって読むのかな、舞谷さんの M らしいのね、確かの記事が送られてきて、やっぱこれ好きだしこれ使ってほしいのかなとか。結局そのコンパクトにする軽くする理由も、一日中持ってても疲れないとか、やっぱ使う人に寄り添う気持ちからだったらしい。リベンデルだ。あとはあれだ、なんで、ローノーマルのシマノがなくなっちゃったのかは、あんまりそこは触れてなかったんだけど、なるほど。これも多分グラントさんの憶測なのかな、考えなのか分かんないけど、なんかレースシーンとか、スポーツシーンで好まれなかったみたいなこと書いてあった気がするな。なんか例えばロード乗りの皆さんは伝統とか好きだし、例えばあのレーサー誰々が使って優勝したとか好きだし、なかなかその革新的すぎること好まなかった。マウンテンバイクのレースの人は、レース中に逆の動きで変速を失敗するのが嫌だったんじゃないかとか、あとはメーカーやメカニックたちは新しい今までと違うものをまるっと受け入れて覚えるのが怖かったんじゃないかみたいなことがね書いてあった。そこはちょっとはっきりは分かんないですね。分かんないけどね、そういうふうにグラントさんは思ってるんですね。実際どうなんだろうな。もう持っていた。着きました。うわ早い。なので今
シマノのはいアルタスとかアリビオとか、はい9速8速のディレイラーではい乗ってる人はもうほんとワイヤーもほぐれてなければうん本付けできるっていうか、確かにめちゃめちゃ簡単でしたね、場合によっちゃちょっとワイヤー切ったり伸ばしたり、うんあとチェーンの長さ変わったりとかあるけど、ほぼほぼそのままつけれることが多い、ちょっと動かしてみようか。動かしてください。今ワイヤーは全く引っ張られてない状態で、引っ張っていくと重たい方、はい軽い方、ちょっと後ろからもいきます。でフリクションだから1枚ずつ変えることもできるし、一気にこんな感覚もできる。すごい滑らかだと思うんだよな。滑らかですね。違うかじゃあちょっと今フリクションという言葉が出たんで、基本スペックだけ教えておいてもらっていいですか？基本的にはまあインデックスじゃなくてフリクション。な。フリクション、この例えばシマノのバーコンとかだと234ってカチカチカチってこう刻みがついてるインデックス式っていうのがあるんだけど、それのないこの無段階、自分のさじ加減でどこででも止めれちゃう仕組みをフリクションシフター。なるほど。まあ大昔はこれだったのよね。でインデックス、シマノインデックスシステムで SIS ってロゴなんか、シマノのパーツについてるの見たことあると思うんだけどが生まれて、これが淘汰されてったっていう。でもグラントさんはこれが一番いいって。なるほど。ディレイラーハンガーが曲がってもフリクションだ微ったら調整でワイヤーが伸びても引き具合で何とでもなるっていう。自分の好みで練習すれば誰でもできるようになるから、フリクションを恐れないでください。で段数的にはうん89対応みたいな。対応一応ね、まだこれも勉強中で、はい後で違うこと言ってるかもしれないけど、ベストは9速っぽい。9速で9速のチェーンで、9速スプロケ9速チェーンでフリクションのレバーが最高っぽい。なるほど。まあ、一応まあ動くのは動いてますねって感じですかね。でぶっちゃけ今お客様のバイクではい動いたらこのまま8で行きますよっつって8速で組んだバイクがあるけど、今度の車のバイクだけど、はバッチリ今のところ不便なく動いてて、8も大丈夫であろうっていう感じかな。10以上試せてないな。どうでしょう。で谷さんあれですよね、はいブログではインデックスでもいけると一度あ、そう書い最初にてしまったんです勉が、強不足のままブログを書いてしまい、言い訳していい？もちろん、なんか最初にね発売前に配られた PDF だと急速インデックスのために設計されたって一文があったのと、はいあとなんかマークさんが組んだオレンジ色のギャロップがシマノの急速バーコンあ BS77 あがついてて、でこれと合わせてあったの、でその2つから勝手にいけるもんやなと思って、で一応自分のバイクでも急速のバーコンと合わせてみたら動いちゃって、あいけるんだと思って、最初のブログではちょっと急速インデックスいけるって言っちゃったんだけど、いけないすいません。一応公式ではいけないっていう方になったんですよね。なった。ちゃんと質問して、俺のバーコンがもう古くてガバガバだったから、お客さん別のお客様で新品のバーコンでやったらね調子悪かった。軽い方で合わせると重い方チャリつくし、重い方で合わせるとローが動かない。なるほど。じゃあそのやっぱ刻みが若干違うんですね。一応フリクションを推奨でというかということで、ちょっと裏技をはい何ですか。やっとこうかな。でお客様のバイクで、この方シマノの急速バーコン、僕が勘違いした状態でミーティングしちゃったので、で OM1 なんですが、この急速シマノバーコンとっても優秀で、内側にカチカチ切れるスイッチがあるから、なるほど。あ、俺デュラのバーコン使ってるんだよな、でも OM1 使いたいなって人は、シルバーバーコン買わなくてもそれ切ればフリクションになります。確かにそう、8速はインデックス切れないから、
申し訳ないけどレバーごと変えなきゃいけないけど、急速デュエラの人は諦めないでください。これインデックス切り替えスイッチがあるんですね、すごい素晴らしい、優秀。よく動く、バッチリ動く。はい、というわけで伝わったかな。いや伝わったと思います。大丈夫かな。まあ、とにかくでも本当8年もかけてでもうん作りたかった、グラントさんが作りたかったっていうところに、まあ、ロマンも感じますし、ぜひ一回使ってみたいというこの好奇心を奮い立たせられますね。単純にかっこいいしね。そうですね。こんな銀ピカのディレイラーもうないもんね。今もそうですよね。シルバーで馴染むうんメカ自体が存在しなくなってきてるので、それだけでも価値があるというところで、あとはちょっと使い心地いい、今なんかさっと乗ってくることもできると思うんですけど、しばらく使って僕もちょっと感想はお伝えしたいなと思います。じゃあ次回の冒頭で言う。そうですね、この正直レビュー。僕の自転車をどんどん良くしてもらうシリーズの続けるためにも次回に置いときます。はい。後でちゃんと支払ってください。はい、ありがとうございます。これが実際にグラントさんがコレクションとしてお持ちで、日本にあるべきだって言ってくれたんだっけ。そうですね、うんうん、確かね日本で中古で見つけて手に入れたのに、僕たちが訪問した際に、やっぱりこれは日本にあるべきだって言って持って帰りなみたいな感じでお借りしたというかいただいたというか、2往復してんだ。はい一応ね、このサンツァ、前田、アイアンワークス、日本のメーカーがこのグラントさんが尊敬する人がやってたんですね、これだとローノーマルなんで、これがねローノーマルなのよ。デフォルトがローの方、大きいギア、自転車の内側の方、すでにこの時にもローノーマル。本当になんでなくなったんかの本当の理由知りたいな。知りたいね。誰が知ってるんですかねこれ。誰に聞いたらいいんだろう。昔からずっとこの流れを知ってる方いたらコメントくださいとか言っちゃったりしてYouTube っぽいこと詳しい人コメント欄で教えてください。ローノーマルは実際なんでなくなったのか知ってる人、こうなんじゃないかという推論も歓迎。そうですね。あとはローノーマルの方がいいであろう理由とかね、もし知っていたら、知ってたらとか意見がある方全然言ってほしいですね。言ってほしい、聞きたい、知りたい。面白そう。あとあれだよな、グラントさんがなんか随時言ってるけど、この裏側の、なんていうんだ、衣装っていうの、確かにもう物としてかっこいいとか美しいっていうか、人が作ったものとして、このデザインが、機能であり、そのまま美しいっていう、まさに機能美的な、こうした方が安いとかじゃなくて、かっこいいっていうのが込められている。かっこいいよね、音符のね、トーン記号みたいな。美しいですね。それはカンパニオールとかもそうなんだろうけど、かっこいいね。こういうのがありましたと。おまけ、もっと古いやつ、これもグラントさん。これもグラントさんがちょっと譲っていただいた。これ古いんだろうな。すごいですね。ねえ、鉄板曲げて作ってる感じが。これは全然違う動きになってるんですかね。これがね、もうバネがね死んじゃっててね。あ、そうか。どっち向きなんだろう。開い。これはすごい。待てよ。ワイヤーをこう引っ張ったらあれだから、こっち側に本当は動くのか。ああ、なるほど。これもローだったのかな。これもだからグラントさんのメカコレクションの中から出してきていただいた。そうだね。これ触れるようにしとくので、紙馬店ですね。で実物を見てもらえるということで。